ご視聴ありがとうございます。今回は、ある鉄道会社が進める大工事のご紹介です。開業から20年になる路線が抱えていた課題と、それを打開するためのプランを解説します。いよいよ本格化した工事、その現場にも注目です。この路線の何が課題なのか、推理しながら見てくださいね。今回の内容がこちら。チャプターもあるので参考にしてください。ここは、神奈川県最大の駅、横浜駅です。JR 線や私鉄各線などが集まるこの駅、私が向かうのが、東急東横線とみなとみらい線の乗り場です。休日の午後とだけあって、改札周辺は結構な混み具合です。東横線とみなとみらい線は別会社のため、運賃表は別の場所にあります。みなとみらい線は、横浜駅から元町中華街駅までを結ぶ、全長 4.1 キロの路線。運賃は最大230円と、距離の割にはお高いです。一方東急は、関東の大手私鉄では運賃が比較的安く、230円あれば 10.6 キロ先の日吉まで行けます。ホームに向かいます。左の壁の向こうには上りエスカレーターが2台あり、合計4台のエスカレーターで乗客をさばきますが、関東有数の主要路線である東横線は日中でも混雑し、ホームに人が滞留することも多いです。乗車位置が種別ごとに分けられ、通路のスペースも示されるなど、乗客をさばく苦労が伺えます。この駅は、上下線が1本ずつしかありません。東横線方面には列車が折り返せるよう、上下線をつなぐ線路があるのに対し、みなとみらい線方面にはそれがありません。実際には横浜駅で折り返す列車はほとんどなく、ほぼ全ての列車が直通しています。列車本数は、日中1時間あたり16本。特急4本、急行4本、各駅停車が8本です。みなとみらい線内では、途中駅での追い越しや待ち合わせはできず、途中駅で折り返す列車などもないため、最初に来た列車が一番早く終点に着きます。元町中華街行きで先に行く前に、激混みな横浜駅から伸びるこの路線の紆余曲折の歴史をご紹介します。みなとみらい線の前身の計画は、60年代からのものです。ただし当時は、横浜市営地下鉄の路線としての計画で、より大規模な計画の一部でした。67年にこれらのルートの免許が下りた後、海岸沿いの道路の地盤があまりに悪かったため、ルートが1個内陸寄りに変更され、75年には建設大臣の工事認可が下りました。ところが、当時は東京港の大井コンテナ埠頭が完成する前で、横浜港の需要が高い時代、湾岸エリアの高速道路も開通しておらず、国道に交通が集中していたため、地下鉄建設で渋滞が悪化し、貨物輸送に影響が出るとして、港湾業界から工事延期の陳情が出されました。折衝の結果、工事着手が迂回ルートの開通後になりました。もともと3号線の計画は、関内駅を境に分けて認可申請されており、優先順位の高い横浜関内間は、76年9月に開業しています。これが、今の横浜市営地下鉄ブルーラインの一部です。その後80年代に、みなとみらい地区の開発が始まります。輸送需要の増加が見込まれる中でも、この区間の建設のめどは立ちませんでした。85年の運輸政策審議会の答申で、東神奈川駅で横浜線と直通し、元町などを経由して根岸駅までを結ぶ路線の計画が出されました。横浜駅は駅の東側に作られる計画で、建設用地も確保されるなど、結構現実味の高い計画だったようです。ところが、当時は国鉄が赤字に苦しんでおり、新線との直通運転を考える余裕はありませんでした。横浜市は東急や京急などと協議を続け、横浜市営地下鉄との直通運転を検討。87年には、東横線との直通が決まりました。これに伴い、東横線の横浜桜木町間の廃止と、横浜、田町の地下化が決まりました。当時東横線の横浜駅は高架線にあり、拡張の余地に乏しかったため、地下化して設備を改良する目的、そして JR と並走する横浜桜木町間を廃止して、新線につなげたい思惑があったようです。90年4月、みなとみらい線の免許が下りるのと同時に、市営地下鉄3号線の計画は廃止になりました。延伸を前提にした構造が活用されず、その後の改造の痕跡が残る関内駅の動画は、概要欄から見てくださいね。なお、東横線高島町駅の近隣住民から、駅の存続を求める意見が出たため、
新高島駅が後から追加され、全部で6駅の路線になりました。建設区間の地盤が悪かったため、トンネルは深い場所に作られることになり、総工費はおよそ3000億円かかっています。このような事情も、これから先の話に関わってくるものです。最初の駅、新高島に到着です。みなとみらい線で各駅停車しか止まらないのはここだけです。この駅は2つのホームが上下線を挟む構造です。これは駅を後から計画に加えたため、設計変更が少なくて済むようにしたからです。各駅停車は8両編成で、ホームも8両分です。一方東横線には、各駅停車しか止まらない駅でも10両編成が止まれるよう、ホームだけは準備済みの駅があります。この駅も同じで、駅の前後のトンネル内に仮設ホームがあります。ただし、下り寄りの幅は 1.3 メートルほど、上り線側は60センチほどしかなく、ホームドアを設置して安全に乗降するのは不可能です。トンネルを広げてホームを拡幅しようにも、このトンネルはシールドトンネルと呼ばれるものです。これは、先端にカッターのついた円筒型の機械で地中を掘り、コンクリートブロックを内側から当ててトンネルを仕立てるものです。トンネル全体で荷重を支えるため、部分的に広げるなどの工事はほぼ不可能です。こうした物理的な制約のため、高島町駅は10両編成に対応できないというわけです。東横線、みなとみらい線の速達列車は10両が中心の一方、各駅停車が全て8両なのは、こうした事情が関係しています。先へと進みます。駅間は基本的にシールドトンネルになっています。また、カーブも結構多く、速度をガンガン出せる区間は意外と少ないです。すべての列車が止まる、みなとみらい駅に到着です。他の路線の駅から離れているため、アクセスはみなとみらい線が頼り、終日混雑しています。ホームには、このような張り紙が、ほぼすべての列車が東横線と直通しているだけに、横浜駅から一旦戻って、座れる列車に乗る人がいるようです。朝のラッシュ時には係員が警戒に当たっていますが、なかなかなくならない問題です。そしてみなとみらい線は、路線以外の多くの面でも、東急とつながっています。みなとみらい線の運営会社である横浜高速鉄道は、89年に第三セクターとして設立されました。横浜市が自ら運営しなかったのは、他の路線の開業計画が複数あり、交通局のキャパが足りなかったからです。出資比率は、横浜市が最大の 18.36% を筆頭に、神奈川県が 8.88%、東急が 4.44% などとなっています。東急は東急電鉄の親会社であり、民間では東急が最大の出資者です。その横浜高速鉄道は、2004年のみなとみらい線の開業前、97年には、東急が運営していた子どもの国線の施設を譲り受けました。それまでは社会福祉法人、子どもの国協会が施設を保有していたのですが、遊園地へのアクセス路線を通勤路線に作り変えるにあたり、通勤路線を保有することは社会福祉法人の目的から外れるため、施設を譲渡することになったのです。譲渡後も列車の運行は東急が行っており、99年に導入された新型車両は、現在目黒線で運行されている3000系にそっくりです。そしてこの構図は、みなとみらい線も似ています。各駅の事務は横浜高速鉄道の社員が行っているものの、その多くが東急からの出向者です。また、運転士はすべて東急の人員で、今年3月にワンマン運転が始まるまで、車掌も東急の人員でした。みなとみらい線の開業に伴って製造された車両、Y500 系は、東横線の5050系がベースです。そしてこれらの車両を留め置く車庫は、みなとみらい線内にはありません。もともとみなとみらい線には、元町中華街から先、根岸方面への延伸構想がありました。地盤が緩く、建物も多いみなとみらいエリアではなく、2期区間が開業した時に車庫を作る構想だったようです。そのため Y500 系は、2004年の路線開業時以来、横浜駅から10キロ余り離れたところにある、東横線の元住吉検車区の一部を借用した線路に留め置かれています。ところがこの借用契約は、19年1月に期限になり、今は暫定的に延長されています。契約をいつまでも延ばせないのは、東急側の事情です。東急新横浜線の開業、相鉄との直通に合わせ、目黒線では両数を6両から8両に増やすとともに、新型車両を3編成導入しました。また、
以前別の動画でご紹介した目黒線の奥沢駅の車庫では、広さをそのままで8両編成に対応させたため、収容できる編成が8本から5本に減りました。これらを元住吉検車区で引き受けることになったため、港未来線の車両のために線路を貸せなくなったというわけです。2期区間の構想は具体化しておらず、延伸と関係なしに留置線を作ることになりました。ただし、路線がそもそも短い上、本線からの分岐に必要な直線区間が少ないため、プランは3つだけ。新高島、港未来間に作るプランでは、今あるシールドトンネルのために工事に必要な壁が作れず、物理的に不可能。馬車道、日本大通り間に作るプランでは、工事ヤードの確保などのため、高層ビルおよそ26棟の解体が必要で、重要文化財に損傷を与えるリスクがあり、現実的ではありません。そしていずれも平面交差が生じ、信号なども複雑すぎるので見送られました。そのため、終点の元町中華街駅から先に留置線を作る計画が決まり、工事が始まっています。そしてこの工事、東急側の事情だけで始まったかに見えますが、それだけではありません。ここから工事が進む現地の様子と、港未来線が抱える構造的な理由を解説します。高島町以外の各駅では、ホームが10両分に延伸されています。東急をはじめ、直通各社が10両編成を用意している一方、Y 500系は8両編成のままで、東横線5050系の8両編成と混ぜて運用されています。開業前からホームの延伸は構想にあったため、その部分は回収しやすい構造で作られています。新高島駅もそうしておけば楽でしたが、設計変更の時間がなかったようです。そして車庫問題の影響が一番大きいのが、終点の元町中華街駅です。車両がホームに止まってすぐ、隣の番線の発車メロディが鳴り、ドアが閉まります。実はこの日はダイヤが乱れており、列車に遅れが出ていました。通常時でも、1時間あたり16本の列車を2本の線路でさばくため、短時間での折り返しが必要です。一方、駅の横浜寄りにはポイントがあり、先ほどのように上下線の列車が同時に走れないことがあります。また、港未来線には座席指定列車である S トレインが乗り入れています。これは座席の転換などに時間がかかるため、線路1本を長時間塞ぎます。さらに、速達種別の大半が10両編成になったため、8両の各駅停車とは車両を分ける必要が出ました。車両と種別がリンクしなければ、ダイヤが乱れた時、特急を折り返しの確定にするなどの自由度が高いですが、そうした対応はかなり限定されます。そしてこの駅、夜間には1編成がホームに留め置かれています。元住吉検車区の線路だけでは車両が収まらないからですが、これだと車両故障が発生した時に困ります。港未来線では、年1回程度の頻度で始発前の車両故障が起きており、できれば避けたい手段です。この駅の出口は2つ。先ほども映っていた中華街に向かうエスカレーターが有名ですが、私が行くのは逆側です。ホームの終端部では、重量化に合わせて拡張された部分があり、内装の違いがわかります。トンネルの端は行き止まりのままですが、その右側にご注目。エスカレーターを上がった場所には仮囲いがあり、工事の気配が漂います。ここを右に曲がった先も同じ。お知らせ看板には、留置線の建設に伴うものである旨の記載があります。もともとは結構広々した空間だったようですが、スペースが圧迫されています。この横のエスカレーターを上がる途中でも、仮囲いがあちこちにあります。深い場所にトンネルを作るとき、地上から掘り下げた場所にシールドマシンを入れ、そこからトンネルを掘るのが普通です。ただしこの駅の終端部は崖にへばりついているため、そうした穴が掘れません。今エスカレーターなどがあるスペースをそのために転用するのも実質的に不可能です。というわけで、留置線はここから直で伸ばされるわけではありません。その拠点が駅の南東500メートル余りの場所、港の見える丘公園の向こう側です。駅を出て右に回り込み、横浜らしい坂道を上がり、丘を越えた先にその施設があります。崖下に佇む真っ白な建屋。この施設があるのがこの場所です。ここからトンネル本体に取り付く穴を掘ってから、留置線本体のトンネルを作ります。これは横坑と呼ばれ、垂直な穴を掘るのが地形的に難しかったための措置です。留置線の位置の選定にあたっては、大まかに3つの案が比較検討され、
私有地をなるべく通らないことや、施工の難易度、土砂などを運ぶトラックの動線などが加味されています。横溝の取り付け部分にある建屋があるのは、もともと崖下の荒れ地で、用地取得コストや近隣への影響を抑えられます。他の建屋も目立たない斜面にあり、景観への配慮も比較的良いプランでした。一方、大通りからのアクセスも良く、近隣にある小学校へも配慮されています。延伸される長さは589メートルで、しばらくは単線トンネルが2本並び、その後上下線をつなぐポイントを収める場所、そして4本の留置線が収まる部分につながります。留置線は4本だけで、Y500 系をすべて止め置くことはできませんが、元住吉検車をこれ以上借りなくて済みそうです。また、この留置線を使えば、S トレインの折り返しで線路を塞がなくて済むようになり、運行効率も上がります。途中でトンネルの断面が変わるため、以前別の動画でご紹介したナトム工法が用いられています。工事は22年3月に始まり、つい先日には公式サイトもオープン。進捗をリアルタイムで終えます。この工事は2030年度の完成を目指しています。ご視聴ありがとうございました。